来た道を西帝の碑まで戻ります。西帝の碑の手前で、今度は左に入ります。この道はとても狭い道ですが、季節の花々がいつも咲いていて、住んでいる人の優しい人柄を感じられる和み道です。公園の角を左に入ります。突き当たりの石段近くまで来ると、左手に源氏の2匹の白旗がたくさん掲げられているのが見えてきます。白旗神社です。ここは鎌倉時代、背後の丘の上に源頼朝を祀った法華堂がありました。鎌倉幕府滅亡後、廃絶してしまいます。江戸時代に旧鶴岡八幡宮寺の管轄で新しい法華堂がこの場所に寺院として再興されます。そして明治5年、神仏分離で法華堂が廃され、この白旗神社が創建されました。国の指定史跡です。白旗神社はもともと北条政子が朝廷から源頼朝様の死後、白旗大明神の信号を賜り創建したものです。現在は日本全国に70社あるそうです。ご利益は源頼朝にちなんで必勝祈願、勝利成功です。石段を登り丘の上に行きましょう。とても澄んだ緑の空気を感じます。この石段は頼朝さんの亡くなった年齢の53歳にちなんで53段あるそうです。石段を登りきると正面に鎌倉幕府初代将軍源頼朝の墓があります。源頼朝さんのお墓は山つながりのお隣の丘にある北条義時の墓跡と合わせて史跡法華堂跡として国の指定史跡になっています。このお墓は江戸時代に源頼朝の子孫を自称する島津氏によって建てられたものです。高さ186センチメートル、5層の石塔です。鎌倉時代当時、お墓という概念や納骨という概念はありませんでした。ですので、江戸時代の時にもすでに頼朝様の遺骨などは失われていて、ここに納骨がされているわけではありません。実はここは頼朝さんゆかりの地でした。頼朝様のお墓の右横には木々に囲まれた広場があります。ここには鎌倉時代頼朝様が葬られた法華堂がありました。頼朝様は死しても大倉幕府を見守ることができるこの丘に葬られたのです。法華堂は鎌倉幕府の滅亡以後、長い歴史の中で自然消滅してしまい、ほとんど資料がないのですが、イメージで再現してみましょう。この法華堂の前身は頼朝様の持仏堂です。もともと信心の厚い頼朝様は子供の頃、京都に住んでいる時、清水寺から譲り受けた手のひらサイズの観音様を肌身離さず身につけていました。それを戦の時などは髪の毛を束ねた元取の中に隠していたので、元取観音と呼ばれました。大倉御所を造営した時、御所内にこれを祀った持仏堂を作り、厚く信仰しました。1199年1月13日、頼朝様が亡くなると、持仏堂はここに移築され、頼朝様の遺骸が葬られました。翌1200年に法華堂と改められました。以後、毎年、命日には将軍が参詣し、法要を執り行い、多くの武将も参列したそうです。こちらからお参りしましょう。ここには元取観音様が祀られていたことでしょう。そしてもう一つ、如意観音像も祀られていたという言い伝えもあります。この如意観音様は
先ほどの来光寺に現在は安置されていましたね。しかし、制作様式から最近の研究では南北朝期のものではないかということが分かってきましたので、このお堂にあったかどうか定かではありません。また、源氏、先祖代々受け継がれた名刀、髭切もここに奉納されていたそうです。源氏の先祖、源光中が京都で鬼の腕を切り落としたとの伝説がある名刀です。現在は抜き身の状態で京都の北野天満宮にあります。確かにここは大倉幕府の裏山で、かつては幕府が一望できました。頼朝様は末永く鎌倉の行く末を見守っていてくださっているのでしょう。現在は木々が生い茂り、枝葉の間から下界が垣間見える状態です。しかしそれがかえって一層この地に神域の雰囲気を出しています。最後に岡続きのお隣に行きます。一旦白旗神社まで戻ります。石段を降りてすぐを麓伝いに東に進むと、すぐに隣の丘に登る石段があります。石段を登りきると、先ほどの法華堂跡より少し広いテラスがあります。さて、今回のお散歩のゴールはここ北条義時の法華堂跡です。史跡北条義時墓の標識があります。北条義時さんは鎌倉幕府の第2代執権です。源頼朝亡き後、尼将軍北条政子と共に鎌倉幕府安定の基礎を築いた人です。北条政子がその功績をたたえて頼朝に並ぶこの丘に葬ったといいます。しかし別の見方をすれば、北条氏出身者を頼朝と並べ神格化をし、北条氏の権威固めの一つとしたとも考えられています。小道に沿って進みましょう。小道は広場の縁に沿って進みます。少し行くと斜面の裾に櫓があります。この祠は三浦一族の供養櫓です。中央には先ほどご紹介した三浦安村の供養塔があり、立てかけられている外場には歴史の記録が記されています。ここはいつ来ても花が絶えません。今でも供養に訪れる人が絶えないようです。しかし三浦一族が立てこもり最後を迎えた法華堂は、先ほど見てきたお隣の岡の頼朝様の法華堂になります。ここは三浦を滅ぼした北条氏の義時の墳墓の裏です。どういう経緯でここに祀られているのか調べてみましたが分かりませんでした。三浦一族の櫓のすぐ横に鳥居と、そこからさらに上に登る石段があります。これは江戸時代になって作られたもので、石段の上には3つのお墓があります。中央のお墓は大江広元さんのお墓です。大江広元は頼朝に京都から招かれたお公家です。政治的に優れた人で、北条時政と共に幕府の初代執権になったほどの人物です。お隣の毛利末光は大江広元さんの四男。江戸時代の長州藩の毛利家の祖と言われています。島津忠久も鎌倉時代の御家人で、九州の島津家の祖とされています。実は源頼朝さんの娯楽院であったとの言い伝えもあります。島津忠久さんのお墓は江戸時代の1779年に、大江広元さんと毛利末光さんのお墓も同じく江戸時代の1823年にそれぞれ薩摩藩と長州藩によって建てられました。ちなみに毛利末光さんのお墓は鎌倉市内の違う場所にあったのですが、大正時代にここに移されました。ここ北条義時法華堂跡は紅葉の時期もおすすめです。
法華堂の遺構にかぶさるようにもみじの天井があります。北条義時さんの法華堂は先ほどの頼朝様の法華堂跡地よりさらに広い敷地です。北条義時の法華堂の遺構がここの地下から発見されたのは比較的最近の2005年のことです。遺構は保護のため埋め戻され、地上部分に法華堂の礎石や柱、雨落ち溝の跡の実際の位置が杭や玉砂利で再現されています。2022年に湘南工科大学により、その建物がスマートフォンのアプリで現地で見られるようになっています。そちらも参考にして再現してみましょう。建物の規模は縦横28尺約 8.5 メートル。頼朝様の法華堂より少し大きかったようです。あ、頼朝様。北条義時さんは頼朝さんと共に常に幕府の中心にあった人です。義時さんの政治手法のお師匠は頼朝様という説もあります。お二人でこんな風に今も話をされているのかもしれませんね。さて、西御門の散策はいかがでしたでしょうか。有名御家人の館跡、また源頼朝様や北条義時さんの法華堂など感慨深いエリアでしたね。あなたも当時を忍んで散策にいらしてはいかがでしょうか。ではまた次の寺社でお会いしましょう。